ご視聴ありがとうございます。車やデイリーライフチャンネルです。今回は FD3S RX7 のスロットルボディの調整方法を紹介します。調整・点検箇所が数箇所ありますので、前編後編に分けて解説していきます。こちらが紹介する調整・点検項目です。後編の今回はダブルスロットル、スロットルポジションセンサー、ダッシュポット、その他点検項目の3箇所プラス1箇所を解説していきます。前編ではアイドリングの調整方法、ファーストアイドルカムの点検調整の2箇所を解説しています。動画の後半でエンジンをかけた状態で簡単に調整箇所を説明します。今回の動画ですが、アイドリングが不安定な車両にはぜひ試してみてください。では始めていきます。まずはダブルスロットルコントロール。こちらの方ですね。こちらを先に見ていきたいと思います。こちらにバキューム圧をかけるのですが、規定値が165から215ミリですね。ではつないで圧をかけていきます。こちらが動き切った時の数値になります。では圧をかけていきます。この辺ですね。180、90ぐらいですね。こういった形で確認の方を行います。次はスロットルポジションセンサーですね。こちらはコネクタを挿した状態で調整するので、挿した状態で全ページが緑赤 0.75 から 1.25V、黒緑0.1 から 0.7V、全開時が緑赤 4.8 から 5.0V、黒緑 4.2 から4.6V でセンサーをこちらを緩めて調整します。こちらのスロットルポジションセンサーを調整するときは暖気をしてファーストアイドルカム、こちらですね。こちらが全開になっていることを確認してから行ってください。次はこちらのダッシュポットですね。こちらですね。こちらのダッシュポットですが、まずここの部分に当たっていることを確認してください。当たっていない場合はこれをねじ込んで当たるように調節してください。この状態で当たっている状態でエンジンをかけて暖気を行います。温まったらこちらのスロットルを動かしていただいて、これの離れるところで2500から3000回転で離れるように調整していきます。これはこんな感じですかね。これはエンジンをかけた状態でないと調整できないので、エンジンをかけた状態で調整します。ダッシュポットの確認方法ですが、ここを押していただいて動くことを確認します。これは調子よくないですね。これは伸びないですね。この状態だと交換になります。これでしっかり動くようでしたら取り付けていただいて、先ほどの離れる時が
2500から3000回転に調整します。次はスロットルボディでよくあるトラブルを解説します。まずは水回りトラブルですね。ここからここにクーラントが通っていますが、ここのラインがサビで詰まることがあります。ここが詰まってしまうとクーラントが流れないのでサーミスターが温まらず、ファーストアイドルカムが動かなくなることがあります。あとはサーミスター自体が固着してしまい、サーミスターが動かない場合もあります。ウォーターラインの確認は水を通していただいて通っているかを確認してください。中には完全に詰まっているものもあります。サーミスターはエンジンをかけていただいて、エンジンが完全に温まった状態でも伸びてこないようであればサーミスターを交換してください。次にバルブ内の清掃ですが、ブラシなどは使わずキャブクリーナーをかけて反対側にも吹きかけて時間を置いてからパーツクリーナーで洗い流して清掃してください。ここのバルブが開閉する部分に傷がついてしまうとアイドリングが狂ってしまうので、ワイヤーブラシなどでこするのはやめてください。あとは古くなってくると各部の動きが悪くなってきますので、こういったところにグリスアップをしていただいたり、ファーストアイドルカムもこれ自体が動きが悪くなっていることがあります。これも少し悪くなってます。中には固着しているものもあるので確認してください。カムがちゃんと動いてバルブの開閉が動くことが確認できて、ダッシュポットを規定回転数に合わせていただいて、カムの調整が必要な場合はここで調整してください。ファーストアイドルの回転数はこちらで調整してください。このような形でスロットルボディを調整していただければエンジンを調子いい状態で乗れます。アイドリングの調子が悪い時やファーストアイドルが適切でない場合など、こちらの調整を試してみてください。最後にアイドリングの時のハンチングに関してですが、こちらの調整で治らない場合、よくあるのがミッションのニュートラルスイッチが原因のことがあります。こちらの方を調整して治らなければニュートラルスイッチを確認してもらえればと思います。スロットルボディ単体での解説はここまでで、今度はエンジンルームで見ていきます。まずはエンジンをかけます。現在の状態はエンジンが完全に温まった状態です。アクセルを少し吹かしてアイドリングの安定を見ます。まずは実際のアイドルスクリューの場所を確認します。調整はこんな感じです。この部分がアイドルスクリューです。こっちはダッシュポットになります。この先の白い部分の位置を調整します。これがスロットルポジションセンサーです。車上だとちょっと奥まっていますので、調整にはスタッピが必要です。この状態だと見えませんが、この下にアイドルカムがあります。これがダブルスロットルになります。最後にこれがサーミスターが伸びきった状態です。ここを下に押しても
回転数が変わらない状態が伸びきった状態です。簡単ですが実装状態での確認でした。スロットルボディ調整後編はここまでになります。前編もぜひご覧ください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。